んにちは、八代あかねです。前回の動画と同日に撮っているので風邪になってしまいまして鼻声が続いております。聞き取りづらいところもあると思いますがご了承ください。今日はですね、前回ご紹介しているエポックケミカルさんの2つ目の福袋のご紹介になります。1月1日に10点限定で発売された超お得な福袋でございました。丸ライナーのフルセットと、あとこちらのカラーバレルのペンのセット、そしておまけですね。試し書きとかもしていきたいと思いますので早速見ていきましょう。じゃん、こちらまずおまけなんですけれども、福袋のトップ画のところに豪華なおまけ付きみたいなのが書いてあったんですよね。多分これがその豪華なおまけなんだと思います。これね、確かに豪華なんですよ。1500円するんですよね、単品で。ピーナッツ70周年記念セットということで、なんか限定ものみたいなので、まあ高いんだろうなということでね、こちら前回の動画で開けております。開けた状態なのがこちらですね。ペンの中でね、キャラクターが浮いたり沈んだりしてとても可愛らしいペンになっております。書き心地とかはね、前回さらっとお見せしているのでそちらを参考にしてみてください。これはでもどうなんだろう、単品で今買えるのかな。これちなみにね、同時に2種類の福袋を購入したんですけど、両方ともに1個ずつ多分豪華なおまけがつくってことで、全く同じ色のものが届きました。まあ欲を言うならせめてね、ちょっと違う色のマーカーが良かったなとは思うんですけれども、もしかしたらこの色しかないのかもしれないですね。続きましてこちら、じゃーん、カラーバレルのセットですね。一応今また追加で新しい色があるみたいなんですけれども、こちらはどっちかっていうと原色カラーのコンプリートセットっていう感じでしょうかね。エポックケミカルさん結構好きで、普通にネットショップでもね何回かお買い物しているので、こちらその時にノベルティでカラーバレルいただいてるんですよね。こんな感じで、このちっちゃい一個一個がこうやってロケット鉛筆みたいにねくっついてペンになるよっていう商品になります。好きな色だけを組み合わせればね、それ一本だけで推しカラーを全部網羅みたいな感じにできるよっていうことだと思います。開けてみましょう。じゃじゃじゃーん。こんな感じで、この白い軸の方は細字ですね。すべてが細字になっています。で、これ、このね、ちっちゃい状態でも使えなくはないんですけど、さすがに短すぎるので、ちょっとね、書きづらいですね。この一本だけだと。なので、これが細で、これが太なので、こんな感じでね、普通のマーカーの太さなので、こういう感じでね、重ねるのが一番理想的かなと思います。この長さになると全然使えますね。手が大きい男性とかだともう一本つなげた方がいいかもっていう感じですね。キャップは取って、こうですね。ちなみにこれ私が持ってるイルミリーのカラートゥーカラーなんですけれども、3本でこんな感じ。ちょっと長いかなぐらいですね。でも2本だとイルミリーより短いっていう感じになってます。幅は 1.3 センチぐらいかな。なので普通のマーカーって考えたらそんなに太くはないかなっていう感じなんですけど、ボールペンとか結構スリムな筆箱とか使ってる方は太って思うかもしれないですね。あとね、これつなげるときはキャップ多分取った方がしっかりはまる。なんか一応ね、キャップ同士でもこうやってはまるんですけど、ちょっとブサイクじゃないですか。なのでキャップをね、いちいち取っとかなきゃいけないっていうのはちょっとめんどくさいかなとは思うんですが、好きな色ね組み合わせて一本だけにできるっていうのはいいですよね。このいただいたやつはここに入ってるものと全く同じですね。さあ、それでは全部の色を試し書きしてみましょう。これね、普通の無印のノートです。ここにちゃちゃっと書いていきたいと思います。はい、作ってきました。もう本当にね、ピッピッと線を引いただけで申し訳ないんですけれども、とりあえず色味的にはこんな感じで、基本の原色っていう感じの色味が入ってますね。で、細が思ってた以上に細かったです。なので、この細ばっかりつなげるのはありだなと思いました。こっちのね、マーカーは正直、このカラーバレルじゃなくても他でもね代用効く色だなって思っちゃったんですけど、この細に関しては結構細いで書き心地はね良かったので使いやすいかもっていう風に思いましたね。白くて英字が載っててデザイン的にもね
悪くないので、太よりも細の方を大人には私はおすすめしたいなと思いますね。今ね、この原色っぽい色ばっかりじゃなくて、まろやかカラーっていう、なんかパステルっぽい感じの優しい色合いの色も売っているので、そっちの方が多分、文具女子的には好きなんじゃないかなと思います。私もまろやかカラーの方が好きです。このカラーバーレルはディズニーとコラボしたりとか、いろんなキャラクターとコラボしたバージョンも出ているみたいなので、そういうね、キャラとかついてくると、またもっと筆箱に入れたくなるかなという感じですね。でもね、超お得な福袋なのでね、まずこの1点だけでも販売価格でいいんじゃないかっていうものですよね。マーカー22本なので、この福袋のお値段ね、2300円なので、この巾着のこと考えるとね、1本100円マーカーですもんね。なので、すごいなと思います。さあ、でもそれだけで終わらないのがエポックケミカルさんのすごいところ。こっちが大本命でございます。丸ライナーということでね、この先っぽが丸い蛍光ペンなんですよね。で、今回こちら36本のフルセットと、あと、このツインスタイルで使えるガジェットがついてるセットも福袋の中に入ってるわけなんですよ。それで2300円なんです。さっきのこれとこれとこれですからね。で、おまけもついてて、やばいですよね。いやもうね、価格の安さだけはほんとゴリ押しで伝えたいっていうぐらい本当にお得な福袋でした。開けてみましょう。じゃんじゃじゃーん。こんな感じで、こちらもちゃんとね、ジップパックの中に入れてくれております。わー、すごいすごいすごい。こんな感じで3つに分かれております。丸いペン先の蛍光ペンということでね、ドットが書けるペンっていう感じなんですけれども、これ、ただの無地のバッグかなと思ってたんですけど、これ用にちゃんと作られた袋だったんですね。さっきのカラーバーレルは無地ですね。無地のペンケース。これをね、すっごい楽しみにしてました。こちらのツインスタイルとかができるガジェットは、なぜかちょっと傷だらけのガジェットなんですが、全体的にプラスチックに覆われてる感じで、よいしょ。外すときはこうやってキャップを取って、普通にパカって横から取る感じですね。こういう感じ。これ胴体だけあって別にキャップ連結しなくてもいいんじゃないってちょっと思っちゃうんですけど、キャップ結構ね、今ね、連結してるの取るのすごい硬かったんですよ。2回外す手間を省くってことかな。で、このペンはもう普通にここにガシャンってこうはめるだけの感じですね。かっこいい。気軽にはめるだけっていう感じのセットなんですけど、こういう風に2つを並べると2本いっぺんに線が引けて、こういう風に反対向きにつけると1本ずつすぐに持ち帰れるよと。2色使いたいけど何色だっけみたいなのを探すのめんどくさい時はこの持ち方をすればこうくるっとひっくり返すだけで2色使えるよっていうガジェットですね。面白いね。このね2色はここに入っている2色なので試し書きしていきましょう。さあ一回ペンをね全部出してみました。カラフルなの可愛いですね。この白いシンプルなね軸にこの尻尾の部分が色になってて蛍光カラーのペンヘッドが見えてるのがとても可愛いです。長さは多分普通のペンよりちょっと短い感じですね。さっきのカラーバレルの2本分よりもほんのり短いぐらいです。なのでこれはちょっと男性には短すぎるかもしれないですね。このイルミリーのボールペンと合わせるとこんぐらい違いますからね。結構短いですよね。女性で手がちっちゃい方向きのペンだとは思います。で、こっちの細はグレーのペン軸に後ろに色がついていて、すごい細いですね。こんな感じでめちゃくちゃ細いペン先になっております。これがさっきのカラーバーレルなんですけど、これが丸ライナーの細なので、こうやって見ると同じかなっていう感じですね。こっちですよ、特徴的なのは。この先っぽが丸いんですよね。さっきちょっと冒頭でお見せした、これ高級おまけの蛍光ペンなんですけど、普通のペンってね、こういう形なんですけど、この丸ライナーは丸なんです。
これがね、引きやすさに違いがだいぶ出てくるということで、今ちょっと早速やってみましょう。まず普通のね、この形の蛍光ライナー。これは引くときに、この横がね、絶対にノートに当たるように考えて引かないと、綺麗なね、線が引けないですよね。こうやって縦にしちゃったりすると細くなっちゃうし、ちょっとね、ずれたりするともっと汚くなるので、このいちいちここをね、見なきゃいけないっていう手間があるっていうのが難点だと言われております。で、この丸ライナー、私も初めて使うんですけれども、いきますね。スッと。なるほど。どの方向から書いても同じ線が引けるよということですね。ただ、ヘッドが四角形のマーカーよりは線は細いです。なので結構大きいフォントを塗りつぶしたいとかっていう場合は、これを何本も線引かないといけないかもしれないですね。こっちだったら1回でよかったのに、こっちだったら2回引かないといけないみたいなことは起こるかもしれない。ただ本当にどの向きでも全く考えずに線を引くだけで同じ線が引けるので、そういう意味ではとてもストレスフリーだなっていうペンになっております。ですごい蛍光ですよね。これエッグヨークっていう卵の黄身の色らしいんですけど、めちゃくちゃ蛍光じゃないですか。これ多分動画だとより蛍光に見えてるんですけど、肉眼でもかなり蛍光色強いですね。で、あとこのペンのもう一個最大の利点と言われているのがドットですよね。やってみます。私超不器用なんで、不器用でもできるかどうかです。なるほど、こんな感じ。もっと大きい玉かけないのかなあ、かけた。これが多分最大ですね。じゃーん。こんな感じで、この筆圧によって、大きいドットから中くらいでちっちゃい、超ちっちゃいみたいな感じで点々が書けます。これは楽しいと思う。アイディアの幅が広がりそうですよね。そしてこのグリーンもすごい蛍光ですね。さあ、それでは、色味の確認のために全色点々こそはラインで描いていきたいと思います。ちなみにですね、先ほど描いたやつなんですけど、裏写りめっちゃしてますね。黄色はかなり薄く引いたんですけど、それでもやっぱり色写りしてますね。でもこっちのね、この四角いタイプはね、案の定っていう感じで、この描き始めと描き終わりはね、こうジュッってなるので、まさにそこが色写りしてますね。カラーバーレルも、普通のね、マーカーなので、やっぱり最初と最後が見事に色写りしてる感じですね。私の癖もあるんだと思うんですけれども、あとね、この紙質にもよると思います。ただね、裏写りしにくいって書いてあるんですけど。裏写りしまくってますけれども。気を取り直して一回全部ね、やってみましょう。全部書いてみました。意外とドットの大きさを調節するのがすごく難しくて、かなりね、まばらになってしまったんですけれども、こんな感じです。もう全体的に発色はとてもいいです。そして蛍光ペンなんですけど、カラーバーレルとは違って、淡い色とか、ちょっとペールがかった色とかもしっかり入ってくれているので、非常に可愛らしいペンだなと感じました。このペン先なんですけど、エポックケミカルさんが出してる商品ページのところには、押しつぶしてるところにプニって書いてあるんですよ。ただこのペン先全然プニプニはしてません。結構硬いです。普通のマーカーよりほんのり柔らかいのかぐらいだと思っていいと思います。そして、その柔らかさにもかなり個体差があります。ペンでこう、プップって押しながらドット書いたんですけど、これ柔らかって思うやつもあれば、全然こう押し込んでも大きく丸が打てないみたいな感じで、硬いなっていうやつもあって、柔らかいペンは結構ギュンって押したら、本当に凹むような感じで、ジュワっていう感じでね、丸が大きくすぐに打てるんですけど、硬い方はこう押し当てても広がってくれる感じがないので、結構グニグニしないと大きい丸描けないなっていう印象でした。で、この細の方ですね、カラーバーレルの細を上に書いておきましょうかね。こんな感じですね。なので、カラーバーレルの細と同じですね。色はね、結構淡い色が多いなという感じで、これ多分ペンのね、カラー番号みたいなものが振ってあるんですけれども、結構飛び飛びでした。番号がね、細の方は。なので、淡い色だけを選んで作られたのかなっていう感じのラインナップになってますね。で、問題は裏写りですよ。先ほど恐ろしい結果でしたね。いきますよ。じゃじゃーん。ひどい。
多分今までこの丸ライナーを紹介されてる方の中で最もひどい結果なんじゃないでしょうか。ここまで色移りしてますね。ここからはかろうじてっていう感じで、ペンによってはね3枚の表裏を貫通してございましたこれはなかなか衝撃の結果なんですけれども、まあね、このペンの性質上、押さえつければ大きいドットで、筆圧を軽くしていくと細かいドットが打てるということで、どうしてもこのね、一番最初の大きいドットを打つときには、ギュッてペンをね、ある程度は押さえなきゃいけないので、こうなってしまいますよね。綺麗に裏写りしてます。高級用紙を使ったら全然裏写りしないんだと思うんですけれども、こういう普通のノートに線を引くとどんなもんじゃいということで、こういう結果になりました。でこのドットを均等に綺麗に大きさ合わせて打つのはちょっと練習が必要かなっていう感じですね。なので、教科書とかはね、結構特殊用紙じゃないですか、ツルツルしてる。なので、このペン多分裏写りはしないと思うんですけれども、これは結構使う紙との相性が大事なペンかなっていうのは感じました。ただ発色はめちゃくちゃいいし、とても可愛らしいペンだと思います。また文具女子博とかね、常にオンラインショップもやっているお店屋さんなので、ゲットしたいなって思ってた方の参考に少しでもなれてたら嬉しいです。よかったらチャンネル登録と評価の方よろしくお願いします。励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。